制限時間は1時間。AI だけでフォトショーを作ったらどうなるのか、実際にやってみました。AI でゲームやアプリが作れるとは聞きますが、さすがに Photoshop は無理なんじゃないかなと思っていました。ところが意外なことに形にはなったんです。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。最近の AI の進化、本当に凄まじいですよね。プログラミングの知識がゼロでも AI と対話するだけでアプリやゲームが作れてしまう、そんな時代がもう来ています。以前私も AI だけでイラストレーター作ってみたという動画を出したところ、大変多くの方に見ていただけました。ありがとうございます。ということで今回はその第2弾、1時間チャレンジ AI だけで Photoshop 作ってみたです。Photoshop 風のラスター編集ツールを AI 技術だけで作成していきたいと思っています。これは教育目的の一環であり、AI の進化を検証するための動画です。本家 Adobe へリスペクトを持ちながらやっていきたいと思っています。で、今回もルールは制限時間1時間です。1時間以内に次の目標に向かってやっていきたいと思っています。目標が多重露光の合成です。Photoshop といえば多重露光の合成みたいな、そんな流行りがあったんですけれども、それを編集するツールから1時間で作ってしまおうというのが今回の動画です。で、それに必要な機能がこちらです。1、画像の選択。選択、移動、拡大、縮小、回転。いろんな意味を含めて画像の選択としています。2、画像を切り抜く。マスクのことですね。3、レイヤーの管理。4、描画モード、スクリーン。5、システム周り、保存などですね。この辺を作成していきたいと思っています。多重露光の編集をしつつ、アプリを一から作っていくっていう、なかなか挑戦的な内容となっています。一番難しいと思っているのが、この画像を切り抜くあたりでしょうかね。これが非常に難しいんじゃないかなと予想しています。あと前回の内容からすると、私意外と UI、システム周りには文句つけないのが分かったので、ここで沼ることはないかなというふうに思っています。さて、1時間でどこまでいけるでしょうか。一体どんな風にアプリを作っていくのか、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しく分かりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。YouTube よりも本格的に学びたいという方は、私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。一連の手順では、いきなり作り始める前に本家 Photoshop で多重露光の合成を作る時の手順をさっくりとお見せしたいと思います。今回 AI に実装させるのがこの一連の手順っていうことですね。まずはベースとなる人物の画像を開きます。で、こちらが Photoshop のツールです。この中のオブジェクト選択ツールを使って被写体を選択。これで自動で人物の形に切り抜くことができますと。で、次に重ねる画像をここに呼び出します。で、回転、拡大、縮小などを行います。で、目標とする位置に配置できたら、スポイトツールを使って背景の色を読み取ります。そして新規レイヤー、塗りつぶし、背面の色をここの空の色と似た色にするっていうところですね。で、この森の画像を描画モード、スクリーンなどにして透過させます。この段階で画像の大きさや位置を調節することもあります。こんな感じでいきましょうかね。で、ここに境界線が見えてしまっているので、この境界線を消していきます。それが Photoshop のこのマスクという操作になります。白が見えてて黒が隠れる部分なんですが、ここをブラシツールでですね、境界線などをぼかして隠していきます。上のこの森の画像についてもですね、マスクを使って境界線、不都合な部分を
くしてなじませていきますと。こんな感じでですね、多重露光の合成完成となります。というのが一連の流れです。つまりはこういうツールができて、レイヤーという概念があって、切り抜きマスクの概念があって、描画モードの概念があって、こんな感じのものを作っていかなきゃいけないんですけれども、1時間でいけんのかこれっていう、すごい不安でいっぱい、すごい不安でいっぱいなんですが、Photoshop らしい操作がものすごいいっぱい入っているのがこの一連の流れかなというふうに思いますので、ここまでできたら結構それらしいアプリになるんじゃないかなというふうに思ってこの目標にしてみました。正直こだわればもっといろいろできたりはするんですけれども、欲張りすぎると無理かなと思いまして、このぐらいにさせていただこうかなというふうに思っています。果たして AI を使えば1時間でここまでできるのでしょうか。正直いられの時よりも不安いっぱいでございますが、やっていきたいと思います。制作開始。はい、それでは始めていきたいと思います。で、タイマーを1時間でセットいたしましたんで、1時間以内に終わらせていきたいと思います。ではタイマースタート。では今回も音声入力でやっていきたいと思います。そうですね、まずはこれから画像などを編集するラスター編集ツールを作成していきたいと思います。 HTML と JavaScript を使って作成していきます。でまずはそのベースとなる真っ白なキャンバスを一つ作成してください。でモードは指向モードでとりあえずいきたいと思います。で送信。こんな感じで音声入力しながら進めていきたいなというふうに思ってます。音声入力ね、結構誤字とか、漢字変換間違いとかいろいろあったりするんですけど、別にそこまで支障ない。画像で作ってきた画像じゃねえし、画像ではなく HTML と JavaScript のコードを表示してください。はい、すごい早いですね。もうこんな感じでコードが出来上がってきました。ちょっとどんな風になっているのかは分かりませんが、はい、じゃあコードをコピーして、でこんな感じでテキストエディターに保存してベクター編集ツールが開くということですね。やってみたいと思います。なるほど。レイスターエディターベース、ラスターエディターベース。なるほど。こんな感じでね、ここに作っていきますということですね。でこの編集ツールを Photoshop という名前にしたいと思います。でまずは画像を読み込めるようにしておきましょうか。でまずは画像を読み込んでそれを編集できるようにしていきたいので、読み込めるようにしてください。はい、できてきます。これで画像が読み込めるようになったのかな。はい、じゃあ画像読み込みバージョン、ファイルを開くでファイルを選択。なるほどね。ファイルを選択で画像を読み込むことができますと。でかそうだよね。むちゃくちゃでかい。なるほど。スーパーでかい画像だったんで、こんな感じになってしまいましたと。はい、なるほど。で、じゃあ画像を拡大縮小できるような機能を実装してください。画像の解像度そのものを変えるリサイズとは別に作業中の見た目を変えるズーム。それもそうなんだけど、そっちのズームじゃなかった。いいや、一回これでいこう。はい。よし、行ってみます。はい、ズーム。ズームね、こういうズームね。なるほど。で、画像を開くと、ズーム。10% 刻みね。結構融通きかない感じではあるが、ちょっとさすがにコントロールが難しすぎる。今のズーム機能 1% 刻みで、1% 刻みで拡大縮小できるようなスライダーにしてください。はい、じゃあできたみたいなんで 1% 刻みバージョンと言ってる間に10分経過しました。どうでしょうね。イラストレーターの時よりもやや進行が悪いような気はします。
100%。おー、はいはいはい。まあ、ちょっとなんか、ズームは繊細な感じではあるけれど、一旦よしとしよう。ちょっと他の機能で時間取りそうなんで、そっち先行きます。で、ここまでできて、あとなんだ、画像を開いて、人物を切り抜く。マスクの機能ですね。これ時間かかりそう。で、一旦これでよしとします。ズームの機能は。で、画像を切り抜く機能。Photoshop でいうマスクの機能を実装してください。どうだろう、なんか割とざっくり言ってみたけれど、これでどうにかやってくれるのかな。なんか違うものにはなりそう。人物を切り抜きたいんだけどな。まあ、一回ちょっとどうなるのか見てみたいと思います。切り抜きツールありますね。ここですね。画像を読み込む、ズーム、縮小します。縮小むっちゃ小さい。で、切り抜きツール。はい。やっぱそういう感じになるよね。そういう感じになるよね。で、確定してみると、ここだけ切り抜かれるっていうことね。やっぱそういう感じになるよね。切り抜くのむずいよね。そうだよね。一回ちょっと人物の写真を渡して、これを切り抜きたいんだよっていうことに伝えてみたいと思います。このような形で人物を切り抜きたいと思っています。人物の形に切り抜けるような機能を実装してください。完全自動、正直最初から諦めてます。これはまあ無理だろうと思ってましたので、ちょっと自力でね、切り抜くような形でできたらいいんだけどな。それでもいいのでやりたいんだけれど、どうだろう。投げ縄ツール的なもので。投げ縄ツールって言えばよかったかな。はい。人物切り抜きパスツールを実装しましたということで、パスツールがついたようです。はい。じゃあこれでいってみたいと思います。はい。じゃあこれが人物切り抜きツール。人物切り抜きツールある。画像を読み込んで、パスになってる。でも直線しか行けません。ちょっと一回ざっくり行きますね。なんか曲線はいけないみたい。今のところ。で、こんな感じかな。はい。で、確定パスを透明化。なるほど。こんな感じでね。一回よしとするか。一回よしとしよう。はい。ちょっとこのズームもだいぶめんどくさいので、ズームはい。ズームも直したい。でも一応切り抜くことはできたのかな。一回レイヤー追加してみようかな。そしたら。一回レイヤー追加してみましょう。といったあたりで約20分経過しました。進んでいるといえば進んでいるんですが、少し精度に問題はあるような気がしています。続けてやっていきたいと思います。ではレイヤーパネルを実装したいと思います。新規レイヤーを作成したり、別の画像を重ねたり、塗りつぶしなどができるレイヤーという概念をそのまま実装していきたいと思うのですが、よろしくお願いします。レイヤーだけじゃなくて、もうなんかレイヤーでこんなことやりたいよっていうのを全部言ってみました。Photoshop にレイヤー機能を実装しましょうということで、最大の難所と言っている。大丈夫かな俺。レイヤースタック構造。はい。動的なレイヤー管理。新規レイヤーを押すと一番上に追加されます。アクティブレイヤーの概念。どれを選んでるかってことね。はい。画像の重ね合わせ。はい。ぽいんじゃないでしょうか。行ってみたいと思います。で、レイヤーパネルね。これね。なるほど。新規レイヤーがあって。はい、新規レイヤーがあって。ズームがこの辺に来まして。これなんだこれ。塗りつぶしね、これ。塗りつぶしね。はい。アクティブレイヤーを塗りつぶし。はい。なるほど。じゃあ、これを選んで、ズーム、ちょっと、ズームこうじゃない。ズームこうじゃない。いいや。一回新規レイヤー追加してみます。新規レイヤー3。はい。どうなんだこれは。新規レイヤーを、じゃあ塗りつぶしてみます。じゃあこの色で。塗りつぶせます。で、レイヤー移動とかはできない。まだレイヤー移動できない。
他のじゃあ画像を読み込んだりはできるんでしょうか。森を読み込んで、森も大きさが、まあこんな感じだね。了解しました。大丈夫です。そうだな。編集画面はウィンドウいっぱいに画像を表示するようにしたい。今は画像が大きすぎて見切れて編集したいところが見えていない状態なので、ウィンドウいっぱいになるように倍率の表示を実装してください。あとはレイヤーの重なる順番を変更できるようにお願いします。まあさっきからちょっと操作感悪かったのでね、この辺で操作が直ってきたらいいんだけどな。フィットスクリーン、表示倍率をね変更する。表示倍率っていう言葉が出てきてよかった。はい、じゃあフォトショック画面に合わせる。はい、一回じゃあ画像を読み込んで画面に合わせる。キャンバスなんだよね、そのズームに対してというのが。画像の拡大縮小したいっていうところだな、伝えないといけないのが。じゃあ画像の拡大縮小機能追加しましょう。そういうことだね、つまりは。では画像の拡大縮小を実装したいです。今あるズーム機能はキャンバスを拡大縮小する機能なので、そのレイヤーに入っている写真とか画像を拡大縮小する機能、そちらを実装してください。画像の拡大縮小機能できたかな。これができると割と操作感良くなるんじゃないかと思うんですが、これね、レイヤー変形サイズスケール、今全然動かないけど、動かないんかい。画像を読み込む。なんかだんだんなんか操作感が良くなっているような気がする。画像を読み込みます。で、来た。いいね。来た。はい。で、まあキャンバスはこれはまあ正直どっちでもいい、正直。はい。で、新規レイヤーがあって、画像を読み込む、森を読み込む、森が出てきて縮小します。はい。なんだ、目玉のマークを押しても何の表示も変わんないし、レイヤーの上限もなくなった。まあそういうことだね。でもまあ形になってきてる。素晴らしい。いい感じ。よし。イメージした形になってきました。いい感じです。レイヤーの重なり順を変える機能がなくなっているのと、ベタ塗りもなくなってたと思う。ベタ塗りもなくなっていたので、塗りも追加してください。画像を回転させる機能も実装してください。さあ、そんな感じで間もなく30分。希望が見えてきている気がします。はい。最初どうなることやらと思ったけど、形になりそうな気がしてきた。いい感じです。はい。出来上がりましたと。早いね。はい。拡大縮小角度、スライダーでね。なるほど。塗りつぶしの実行もね、ここに色があってね。了解。で、画像の読み込み、新規レイヤー、開く。で、これ拡大縮小ちゃんと動きますと。はい。そして森を読み込みます。拡大縮小します。回転します。はい。あと移動だね。画像の移動がまだないけれども、割と悪くない。新規レイヤー追加して、レイヤーの順番を変えて、これを塗りつぶし、スポイトはあるのか。スポイト機能は言わなくても実装されている。素晴らしい。塗りつぶし実行。で、これが塗りつぶされているのか。ちょっと待って。塗りつぶし実行。されてるね。はい。アンドゥはないので、いられん時もなかったんだけど、アンドゥはないので、自分でやり直しますと。で、レイヤーの順序が変わります。切り抜きはできてんのか。人物切り抜きツールなくなっている。切り抜きツールなくなっている。切り抜けない。よし、切り抜きなくなってる。オッケー。人物を切り抜くツール、パスツールがなくなっているので、もう一度実装してください。あとは画像の移動をさせたいので、移動ツールも実装してください。いや、でもなかなか形になってきてるんじゃないかな、これ。なんかでも機能が多くなると、なんかどこかの機能がなくなる傾向があるので、ちょっと不安ではあるな。
移動ツールが出来上がりました。はい、パスツールがあります。はい、じゃあこれで行ってみたいと思います。移動ツール、パスツール。はい、画像のレイヤーを追加。来てるね。いよいよ。はい。読み込みに時間がかかるようになってきていますと。で、画像レイヤー、森を追加します。ちょっと読み込みに時間がかかる感じになってきています。で、こうやって回転させて、で、移動ツールで、どこ行ったなんでそこ行くこう動かしてんのに。どういうこと？移動がおかしい。原点に行くような形になるかな。で、パスツール。一応パスツールで切り抜けるかだけ確認しておきます。マスク確定。できてる。いいよ。リセットもできんの？リセットはできない。できないんかい。リセットはあるけどもできないのね。はい。いいや。リセットあるけどできないってどういうことなん？はい。何がどうなんだっけ？今ちょっと衝撃すぎて思い出せなくなっちゃった。移動がおかしいのと、リセットはそんな欲張らないのでよしとします。移動がおかしい。移動できる。これは移動できるんだ。これが移動できない。ちょっとスクリーンショットで渡していこう。切り抜いた人物を移動ツールで移動させることはできたんですが、回転させた画像を移動させようとすると、左上の原点のような位置に移動してしまい、その後動かせなくなってしまいました。原因を突き止めて修正してください。変数の未定義エラーが原因です。難しい処理になってしまうんだね。はい、やってくれていますと。じゃあこれで治ったのかな？いろいろ全部確認してると時間がなくなりそうなので、その移動がうまくいくのかっていうところで回転させますと。回転させて移動ができない。回転させると移動できないのかな？ひょっとして同じ画像を追加することもできませんと。これを一回削除。はい、削除はできます。よかった。画像を追加します。追加できません。なんではい、女の人、女の人は追加できます。このままだと移動できない。回転はできる。拡大縮小もできる。移動はできない。表示非表示なくなっている。そんなこんなで残り20分ですね。頑張ります。これはもうあれだな。最終奥義プロモードですね。無理ですね。プロに任せます。移動ツールがうまくいっていないようです。今まで実装した機能はそのままに移動ツールを実装してください。プロならやってくれるでしょう。もうこっからプロ全投入でいきたいと思います。プロだったらやってくれる。そんな信頼のプロですね。ただ考えるのに時間がかかるのがね、たまに傷ではあるんですが。あと何が残ってるんだ？描画モードスクリーン。これは多分一発でいくんじゃないかなと思ってる。マスク。これはもう消しゴムでいく形でいこう。はい。拡大縮小した状態でのマウスの座標の計算、レイヤーの順番などがバグが生じていたということですね。そういう計算が裏で行われてるんですね。なるほどね。根本的にシステムを作り直しましたということで。はい。でも1時間でこんだけできてきたら、思ったよりかは進んでる気はするんだけど。はい。じゃあコードコピーして実装してみたいと思います。はい。レイヤー来てますと。ベタ塗りもありますと。はい。画像を読み込む。はい。読み込みました。今までで一番フォトショップっぽい動き。移動ツールで移動もできます。はい。スナップがないんでなんとなくで直します。はい。で、画像、森を読み込んで、縮小して、回転させて、移動できる。移動来た。で、拡大縮小。はい。いいんじゃない？いけるかもしんない。いける。で、これのレイヤーの順番も変えられる。新規カラーレイヤー作って、スポイトツールで色を取ってベタ塗り実行。レイヤーを下げます。
でちょっと切り抜いてみますか。サクッと切り抜いてみます。その切り抜きでなんかフォトショップっぽい動きではある。はい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 、いいですいいです、できてますできてます。でじゃあ描画モードでスクリーン選べるようにしてほしい。うまくいきました。素晴らしいです。あとは描画モードを実装したいです。主にはスクリーンの機能だけで構いませんので、それを実装してください。はい、出来上がりました。よし、これでいってみよう。はい。ここね、スクリーン上山オーバーレイ。はいはいはい、ありますね。画像を読み込む。ちょっともう必要最低限だけ試していく。で、スクリーン。来た。いいんじゃないですか。で、回転して移動させて、できてきてる。で、あと消しゴムができたら一応できるんじゃないか。あと消しゴムだね。でいうあたりで残り10分いけるかな。ほんとギリギリのあたりだと思う。よし、頑張ろう。素晴らしい。スクリーン描画モード出来上がりました。で、あと消しゴムツールかな。背景が透明になるようなぼかし機能付きの消しゴム機能を実装してください。本当はね、フォトショップ白が見えて黒が隠れるっていう、そういう細かい設定があるんですけれども、それをこれから説明していくとちょっと終わらないと思うので、もうぼかし機能のついた消しゴムでやっていきたいと思います。これでだったらいけんじゃないかな。時間が余ったらひょっとしたらそのパスの部分、切り抜きの精度を上げるような方向性でやっていけたらベストだなと思います。はいはい。ブラシのサイズとか言わなかったような気がするな。大丈夫かな。その辺分かってくれてるかな。そのブラシのサイズとかあるといいんだけれども、どこまでできるかはちょっと分かんないということで。でもこれができたら一応は完成するんじゃないか。多重録音。さあ1時間でそんなところまでできちゃう。コードコピー。消しゴム機能ありました。はい。ここ消しゴムです。で、画像を読み込んで、描画モードをスクリーンにして、縮小、回転、移動、消しゴム。ブラシサイズある。素晴らしい。分かっててくれた。でも、マックスが小さい。マックスが200ピクセル小さい。ぼかしの具合。100%。0% でボケるってことか。どっちも大してボケない。こっちがボケてはいるけど、ちょっと大したボケではない。あとちょっといきましょう。ブラシのサイズを最大500まで、ぼかしの半径をもう少し広くしてください。これで多分だいたい予想ぐらいのものになるんじゃないかな。ということで残り5分です。あとパスの切り抜きあたりをうまくできれば割と完成度の高いものになるんじゃないかなと。はい、できてきました。いいですね。で、早速もういってしまいますと、ぼかしの半径がブラシサイズ500。はい。ぼかしの硬さがね、もっとなんか多分ふわっと消せるようになってますということで、本当になってるのかだけ確認しよう。で、こうなって拡大縮小して消しゴムで500にしてぼかしで消したら、フォトショップのようなふわっとした感じにはならないね。さすがにもうちょっと薄くてもいいんだけどな。透明度というか、そんなこと言うとちょっと時間なさそうなので、どうする最後パスでいこう。パス、もっとやっぱりあれだな。この透明度は必要。ブラシサイズさらにブラシのサイズと硬さを修正してもらって、あとは切り抜きの精度を上げる方向でいこう。切り抜きの精度は曲線ができると本当には一番いいんだけど、細かく打てばごまかせなくもない。ぼかしでいこう。ぼかしのサイズでいこう。細かく打ってごまかします。ここはあれ JPEG で保存を忘れている。じゃあさらにぼかしの半径を広げたい。ブラシのサイズももう少し大きくなっても大丈夫です。もっとふわっと消えるような消しゴムを実装してください。あとは JPEG で保存できるようにお願いします。残り1分です。これでラストかな多分。
さあ1分以内にできてきてくれるかな。できてきてくれるといいんだが、これで多分ラストめっちゃ考え込む。そんな難しいこと言った。いやー、一言もまだ出てこない状態で残り30秒です。いやー、どうだ。来た。フォトショック実装しましたで、なんかよくわかんないことを言っているビジュアル表示。いやそうじゃなくてコード生成してください。ということで時間になりました。この機能までを、完成品としたいと思います。はい、ということで最後のコードが表示されました。どんな風に出来上がったのかは次のまとめで紹介していきたいと思います。はい、それでは私が作ったフォトショック最終形がこちらになります。こんな感じです。いいですね。 JPEG で保存が出来上がっています。心なしかこの見た目も整ったような気がしますね。で、画像を読み込んでいきます。で、画像の拡大縮小なんかができますと、Undo はできません。で、パスで、切り抜くことができます。パスは曲線になりません。曲線にならないので、細かくちょっとカチカチと細かく打ちながら切り抜いていきたいと思います。本当は拡大したいところなんですが、手のひらツールが存在しませんので、この辺は目分量でいきたいと思います。まつげのあたり辛すぎる。Undo が効かないので一発勝負です。その辺ご了承ください。繊細な切り抜きはできませんので申し訳ないですが、ここの毛は大きな方だけを取らせてもらいますと、最初に戻って切り抜き確定で切り抜きを確定させます。リセットボタンはついていますが機能しません。で、こんな感じで切り抜けました。ちょっとこの辺ガタガタになっちゃいましたね。はい、ガタガタになってしまいましたが、直す術はありません。で、森を追加します。移動ツールで拡大縮小ができて、回転もさせることができますと。で、移動もちゃんとできます。素晴らしい。こんな感じでいきたいと思います。この辺は勘です。背景の色、ベタ塗りを追加します。新規カラーレイヤーでレイヤーの順番を変えまして、スポイトツールで色を抜き取ります。ベタ塗りを実行。はい、ベタ塗り実行されました。で、この森をスクリーンに変えて、あと消しゴムでぼかしていきます。マスクのような繊細なことはできないので、消しゴムのぼかしでですね、ふわーっと消していきたいと思います。でも最後の方こだわっただけあって、少しこうふんわりといくような感じは出てきましたが、Undo はできないUndo はできない。一発勝負。はい、画面の移動もできません。はい、女性の頭も少し消してしまう方が綺麗にいくのではないかな。消しゴムで消したらいいのかと思ったら、消しゴムで消えないということで、こちらで完成です。で、 JPEG で保存がありますんで、 JPEG で保存して Photoshop に持っていくところまでやってみたいと思いますが、はい、それではこちら Photoshop の画面です。ここに呼び出してみましたが、いかがでしょうか。まずやっぱり切り抜きの精度が全然違いますよね。切り抜きの精度が違う。あとはやはり消しゴムがこちらではふわっと消すことができるんですけれども、ぼかして綺麗に消していくことができるんですが、2度3度言ってもこのぐらいにしかなりませんでした。あとはこれは時間があればできたとは思うんですけど、 Undo がないので一発勝負というところで、このぐらいまではできたよっていうところになりました。Photoshop 便利ですよね。ということでまとめです。今回はラスター編集ツールを作成してみたわけなんですが、一番の私の感想としては、それっぽいものを作ることができても満足いくクオリティに仕上げるのはその何倍も難しいっていうことでした。Photoshop って特にぼかしやグラデーションの滑らかさが高く評価されているんですけれども、それが身に染みて
感じられたっていうのが一番の感想でした。私は普段こんな風に自前のスクリプトなんかを作っていたりします。意外と自分でもできそうだなーなんて参考になったら嬉しいです。ぜひコメントで教えてください。ということで今回の動画は以上となります。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。